まあでもそうですね、私の場合は明石出身で18まで明石で過ごして大学京都に行って22まで京都にいたので合計22年間関西に住んでるので、それでいうと関西の印象はやっぱり元気、明るい、人が優しいみたいなイメージがすごいあります。人との距離感がやっぱ関西の方が近いなって感じることの方が多いですね。なんか本当に例えば駅とかで会って知らない人とかでもチャック開いてたりとか、なんかスカートめくれてたりとかしたら、普通にこうその辺に歩いてるおばちゃんとかおじちゃんとかが「お姉ちゃんスカートめくれてるよ」みたいな感じで教えてくれたりとか、関西の人って結構すると思うんですけど、なんか結構関東だとそれってなんかあんま言っちゃいけないみたいな感じらしく、あんまりそれ言ってもらえなかったりとか、家帰って「あ待ってチャック開いてる」みたいなとかあったりとかするので、なんかそこは結構なんだろう、地域性の差かなみたいな、まあどっちも優しさなんですけどね、言わない優しさと言う優しさみたいな感じで、なんかそれぞれあるなって感じます。小さい時はすごい人見知りでしたし、結構何やらせてもできないみたいな、勉強も得意じゃない、運動も得意じゃない、なんか人との付き合いとかもそんなに上手じゃないみたいな感じだったので、クラスで逆上がりできるのが一番遅くて、しかも最終的にできなかったんですよ。できずに終わって、運動会とかもかけっことかも大体ビリみたいな、運動神経そんな感じだし、勉強も本当にしっかり理科の勉強をしたのに、次の日学校に行ったら国語のテストの日だったみたいな、のび太くんがやりそうなこととかを本当にやってたので、ちょっと落ちこぼれでしたね。それで言うと一人の世界で遊ぶのが好きだったので、なんか一人でお絵描きしたりとか、一人でなんか人形遊びしたりとか、一人でなんか自作の少女漫画描いてみたりとか、なんかそういう自分の中で楽しんでました。これまでの人生でなんかその自分が主人公になったことがなさすぎて、全部なんかそのクラスメイト A みたいな、あの時自分めっちゃ活躍したなとか、あの時だけは一番輝いてたのは私っていう瞬間が永遠に高校生ぐらいまでなくて、逆になんかその反動で1回ぐらい世に出て評価されてみたいみたいな、なんか世に出たい欲みたいながすごい強くなったんですよね。ちょっと戻ると、もともと私その高校生の時にすごいオタクだったので、アニメにハマって最初声優さんに憧れたんですよ。で声優さんに憧れたけど、いろいろ調べてみるともう声優さんってもうめちゃくちゃ狭き門っていうのを見て、全部の仕事そうだと思うんですけれども、特に狭き門っていうなんか情報を得て、それネットの情報を鵜呑みにして、じゃあアナウンサーになろうと思ってアナウンススクールにとりあえず通い始めて、でアナウンサーを目指してとある事務所のオーディションを受けたんですけれども、そこがたまたまありがたいことに通していただいて、ただ採用するなら芸人として採用しますみたいな感じだったので芸人になったみたいな、ちょっと変ななり方だったので、なんかそこはなんか本当に流れのままいっちゃったっていう感じだったので、行ってしまえみたいなノリと勢いで行った感はちょっとあるんですけれども、でも結果としては良かったです。すごくなんかやっぱ行動力って大事だなと思いました。 YouTube 始めるきっかけは、さっきの話に戻るんですけど、結局その声優もアナウンサーも芸人もうまくいかなくって、で芸人に関しては20歳から4年かな、24歳までやったんですけど、全然売れないし、そもそも生活ができないし、なんかこうやっぱなんだろう、仕事で評価されなくてお金もなくて、なんかなんだろう、周りの友達とかともやっぱどんどんその疎遠になっていくと、本当になんかこう心身ともに病んじゃって、元気がなくなってしまって、もうこんなことになるんだったらもう普通の仕事しようと思って、でただせっかくなんかこういうエンタメの世界を目指したんだったら、せめてそっちを支えられるような裏方側に回れたらいいなと思っていろいろ調べたんですけれども、その思い立った時期がなんか絶妙にその新卒採用とか全部終わった時期で何もなくて、でたまたまその通年でなんか募集してたところが UM っていう YouTube の事務所だったんですけれども、そこは通年でずっと募集してたので、じゃあ UM の社員になろうと思って UM の面接に行ったんですけれども、その時面接官の方がたまたま詳しい方で、私あれ芸人さんだよねって知っててくださって、で社員じゃなくてそれだったら YouTuber になれないよみたいな、今 YouTube 熱いよみたいな、頑張ってみなよみたいな感じで言ってくださったのをきっかけに、
じゃあやってみようかなっていう感じで、なんかこう全部うまくいかなかったから最後の家計みたいな感じで始めた YouTube が思いのほかすごい評価していただけて、ほんとひょんなことから YouTuber になりましたっていう感じです。不思議な感覚でした。っていうのも、例えば私テーマパークスタッフのモノマネとかをやってたんですけど、当時それ同じようにお笑いの劇場でやってて、生身のお客さんが目の前にやって全く受けなかったんですよ。でそれを動画風にちょっとアレンジして全く同じものを形を変えてネットに出したら、それが一気にバーンってバズったんですよ。だから同じことやってるのになんでこっちでは評価されてこっちでは評価されるんだろうみたいな不思議な感覚が近かったです。嬉しいというよりも不思議って感じでした、最初は。と同時になんかその見せ方を変えるとか環境を変えるって大事なんだなってすごい思ったから、なんか一回失敗してうまくいかなかったら諦めるじゃなくて、じゃあでもこの強いネタを持ってどこに行こう、誰とやろう、どう見せようっていうのを変えるだけでこんなにもこう世間の見方は変わるんだなっていうのをその時にすごい学びました。最初は何が起こってるのかよくわからないっていうのが正直なところだったんですけれども、でもその次に来るのはやっぱ嬉しいとか、今まで4年間やってたことって無駄じゃなかったんだなっていう、なんか今まで売れなかった生活できなかった芸人時代の4年間が報われた気持ちになるというか、なんかほっとしましたね、そこは。でそっから YouTube をちゃんと頑張って YouTube に向き合ってみようっていう気持ちになりました。なんだろう、これまではやっぱり私アナウンサーとか芸人とかテレビを目指す、テレビに出るために頑張るっていうことを一回やめて YouTube に求められてることをやろうっていう脳に切り替わりました、そこからは。なのでそこからネタとかだけじゃなくて企画を始めたりとか、なんかそういうご飯食べるような動画出してみたりとか、今のスタイルにちょっとずつこうつながっていくっていう感じになります。9割以上が女性視聴者で、しかも年代も同年代の視聴者さんなので、本当に等身大の自分で、なんだろう、画面の中にいるお友達みたいな感覚で見てもらえるとすごい嬉しいですし、実際ファンの方とか視聴者の方も本当そういう感覚で見てるって言ってくださる方が多いので、なんだろうな、友達と本当に LINE 電話している感じ、 LINE 通話している感じでも私は喋って皆さんはコメントとか文字で喋っていただくっていうようなイメージでやらせていただいているので、本当に私自身もなんか嫌なことがあったりとか、うわこれ今日話したいっていう時があった時にパッと回して一方的にブワーッと喋って聞いてもらうみたいな感覚で撮ってることも多いので、なんか友達って感じです。なので今まで、テレビにしたって劇場にしたってこっちが発信して向こうからの反応が返ってくるっていうのがほとんどなかったので、ただネットはもうちゃんと言葉で反応が返ってくるから、すごい私の場合はネットの方があったかいなと思うし、やりやすいなっていう感覚です。ちょっと前までは結構その数にこだわろうと思ってて、チャンネル登録者数を伸ばすとか再生数を伸ばすっていう方に重きを置いてたんですけれども、それをやりすぎるともうほんとそこばっかりに執着しちゃって、なんか気づけば YouTube が楽しくないみたいな、なんか義務感で数字ばっかり追っかけてるみたいな気持ちになって楽しめなくなっていったので、ここ2年ぐらいは長く続けるっていうことを意識してます。なんか私は本当に YouTube が好きで、多分仕事じゃなくても仮に YouTube が全く収益化してなくてもずっと続けると思うので、じゃあ長く続けるためにどうしようっていうのを考えて行動するようになりました。数字の意識をなくしてからはやっぱ YouTube が楽しくなりました。でもなんか自分のご機嫌取りを自分でするようになりました。本当になんかちっちゃいことでもいいんですけど、なんか例えば今日ちょっと可愛いアクセサリーつけていくから、今日はいつもの私よりちょっと可愛い私みたいな感じで勝手に自分の気分乗せるとか、何か大変なこと頑張った後はじゃあ自分へのご褒美に今日はちょっといいなんか化粧水買ってみようとか、なんかちょっといいコスメ買ってみようとか、なんかそういうのとかでも意外とそれで日常のテンションがちょっとずつ上がるじゃないですか。っていうのが多分最終的にそれでちょっとずつポジティブになっていって自己肯定感が上がってっていうのが、そういう日々の積み重ねかなと思うので、なんか自分にちゃんとご褒美を与えてあげるとか、自分のご機嫌を自分で取ってあげるっていうのはすごい意識するようになってから、自然となんかメンタルも安定したしマインドも明るくなったかなと思います。
ネガティブの原因で多分ほとんどはその自己肯定感が低い、自分が自分を大事にしてあげてないっていうことかなと私はいう結論にたどり着いたんですけれども、その状態の時ってなんか褒められても嫌味に聞こえちゃったりとか、なんか服屋さんに行って「あーすごいお似合いですよ」って言われてるのと、いや絶対嘘じゃんって思うじゃないですか。全部それに聞こえるんですよ。可愛いとか、なんかこういうの似合うとか、それ素敵とか言われても上辺の言葉に聞こえちゃって、何も入ってこなかったものが今は素直になんか「あ、今日の服いいね」って言われたら「あ、嬉しい」みたいな、じゃあ今度からも着ようって思えたりとか、なんか人の言葉を素直に受け止めれるようになりました。まあそれこそなんだろう、角度をちょっと変えてみたいなことかな。なんか頑張ってやってることとか、その芸人として売りたいっていう気持ちは当時からすごい強かったから、そのまっすぐはいいんですけど、多分まっすぐって裏を返せばこうなってると思うので、今って本当にいろんなものがあるから、 SNS とか Twitter、Instagram、TikTok、YouTube みたいないっぱいあるから、なんか視野を広げてって思います。頑張ってください。なんか一緒に頑張りましょうっていう感じですね。本当に意外と私の元にもそういう悩みとかすごい来るんですけども、なんか本当みんな同じような悩みだし、私もその悩みを見て分かるみたいな、自分ももう私もこれ悩んでるんだよねっていう同じ悩みが来たりとかもするから、本当結局もうみんなそうなんだなって最近は余計に思うようになりました。恋愛の悩みとかも本当に似てるんですよ。もうみんなそらみんな思うよねみたいな。だからなんか私ってなんでこうなんだろうじゃなくて、なんか、人間ってなんでこうなんだろうねぐらいに置き換えたら多分だいぶ気持ちも楽になると思うし、自分だけと考えすぎないことが大事だと思います。実は私47都道府県全部回るっていうのを目標にしてるんですけれども、そういう感じでやっとコロナもちょっと明けてきていろんなところに出れるようになったので、人と関わることがしたいなっていうのはすごい思ってるのと、個人的にはイッテ Q とかそういう海外で人が頑張るみたいな番組が好きなので、海外でちょっと体張るようなこととか挑戦とかもしたいなとは思ってます。